どうも、エピックチャンネルです。今日はですね、ちょっと去年末に買って良かったものっていうのを2点紹介したいと思います。まず1つ目は、こちらなんですけども、歯ブラシですね。電動歯ブラシ、ポケットドルツという、パナソニックの電動歯ブラシを買いました。この電動歯ブラシなんですけど、いろいろメーカーあって、いいものはですね、やっぱり、数万したりとか、5、6千円したりとかっていうのがあるんですけれども、こちらはですね、今 Amazon だと2255円で、この本体とブラシのセットで買うことができます。このポケットドルツですね、以前もう一個持ってたんですけども、実はこの替えブラシをこんな感じでつけたり外したりしていくうちに、この部分がだんだん削れていって、歯を磨いている時になんかこうグラグラっと抜けちゃう感じになってきたので買い替えました。前のブラシは10年まではいかないんですけど、多分7、8年は使えたと思います。でそんな感じでちょっと調子が悪くなってきたので、こちらの新しい同じものを買うようにしました。これめちゃめちゃ手軽で、旅先みたいな出張の時とかでも簡単に持っていきますし、こんな感じで単4電池ですね、1本で動作するので、特にその充電をしたりとかっていう必要もなく、もし電池が切れたら例えば出先のコンビニとかでも買うことができるので、そういった意味でもかなり、安心なものとなってます。でこの小さくて安いんですけど、しっかりとですねやっぱり磨くことはちゃんとできてまして、普通に手で磨く歯ブラシに比べてやっぱりこの電動で磨くと、歯の表面がツルツルになってですねかなり気持ちいいので、一度この電動歯ブラシ使い出すと多分ですね元になかなか戻れないんじゃないかなと思います。ちなみに動作音がこんな感じですね。結構激しく動きまして、新品の電池1本で、1回仮に3分磨くとして1日3回で20日分、だいたい180分くらいはだいたい磨けるそうなので、結構長く使えるんじゃないかなと思います。今私持ってるのこのカラーとしては黒の分なんですけども、あとそのホワイトとあとピンクみたいな色もあります。あとこの電動歯ブラシですね、この替えのブラシ、他のメーカーのものは4本入ってなんか4000いくらだったりとか5000だったりとかするものが結構あったりするんですけども、これの場合はですね、いくつか種類あるんですけども、だいたい2本入って1000円から1500円ぐらいであるので、替え刃もかなりリーズナブルだと思います。ちなみにこの替え刃なんですけども、ポケットドルツ用の、極細毛ブラシ、ということで、そういった標準のやつと、あともうちょっと柔らかめの分だったりとか、あともこの裏に下を磨く用のギザギザみたいな感じのがついてたりとかですね、あとはなんかステインオフアタッチメントみたいなのもあったりとかですね、いくつか好みに合わせて使うことができるので、この1本あればですね、このブラシだけ先変えればいろんな用途ができるっていう感じです。こちらパナソニックのポケットドルツ、かなりコスパがいいのでおすすめです。そして、次にこれも去年末買ったんですけども、こちらシェーバーですね。はい、いわゆるこのひげ剃りなんですけども、こちらもパナソニック製のものなんですけども、名前としてはエントリーシェーバーということで、3枚刃の ES の RT1AU という型番になってます。今 Amazon だとこれで4118円で売ってました。こちら買った理由としてはですね、以前使ってたこちらの、やっぱりパナソニックのシェーバーなんですけども、一回この充電して1日2日持つかなというぐらいになってきたっていうのと、あとこの替え刃とかこのパーツっていうのがですね、もう純正品が多分売ってなくて、互換のものだったりの最近買ってたんですけども、互換のものがですねちょっとあまり良くないような気がして、ここなんかちょっと穴が開いてるのがわかるでしょうか。これがひげ剃ってるとこのちっちゃい穴に肉を挟んでちょっと気化してちょっと血が出たりとかですね、そういったことが
起き出したので、どっちもパーツも、ないしですね、もうそろそろ買い時かなというところで、新しいのを買うようにしました。これだいたい10年近くやっぱり使っているものになるんですけども、よく持った方じゃないかなと思います。10年ぶりくらいにこのシェーバーを買い替えて使ってみたわけなんですけども、この進化っていうのはやっぱりすごいですね。この10年間の進化っていうのは本当すごいなとちょっと感じまして、前のですね使ってたシェーバーもちょっとエントリーモデルということで、そんなに高くなく、で今回もこちらエントリーモデルということで、そんなに高い方ではないんですけども、それでも全然反り心地が違うっていうのがもう明らかに分かりますね。これヒゲを剃った後、前のシェーバーはですねなんかちょっとまだカサカサしてた感じになるんですけど、これで剃ったらすごいですね。剃った後もなんかちょっと滑らかでツルツルなんですよね、肌自体が。それほど肌にもちょっと優しい感じで、かなりいいですね。でよくよく見てみたら、前のシェーバーは刃が縦になってるのが分かりますか？これこういう構造なんですけども、この新しく買ったシェーバーのこの刃が横についてるんですよね。だから横にこう反れるようになってて、これが肌に優しいんじゃないかなという、気がします。あともう一点ですね、良かった点っていうのが、こちらの充電はこの AC のアダプターをつないで充電しないといけなかったんですけども、今回のシェーバーはここわかるでしょうか、充電がタイプ C でできるようになってます。ケーブルも、タイプ C と C ですね。こういった、USB のケーブルも付属してきてて、AC アダプターだけ別売りで3000か4000ぐらいするようになってたんですけども、多分家にある普通の AC のその USB-C がついてる、AC アダプターであれば問題なく、使えるので、これであれば例えばその AC アダプターじゃなくても、パソコンとか携帯のですね充電器もUSB-C だったりするので、それをですね使うことができたりするので、充電自体も、こういったものをですね持っていく必要がないという感じです。ただ一度充電してしまうと、1日3分使って7日は使えますよというふうに書いてたんですけども、実際私が満充電して充電が切れるまでは2週間くらいはいけたのかなという感じです。で、充電が切れる時っていうのが反ってて、ちょっと弱くなったなと思ったらもうすぐ止まっちゃうんで、あんまりこのちょっとずつ弱くなる予兆っていうのがないんでですね、その点は注意が必要なのかなという感じですけども、それを除けばですねかなりいいんじゃないかなと。ちなみにこれお風呂の中でも使うことができるので、こちらのその充電のケーブルを挿すキャップをしっかり閉めて使えばお風呂の中とかでも使うことができます。いいですね、これ本当に。動かしてみるとこんな感じです。朝剃ったんですけど結構剃れてますね。なんか某メーカーの CM みたいになってますけど、結構剃れた気がします。いや本当にこれ買ってよかったなと思います。ということで、ちょっと去年末に買った電動歯ブラシと電動シェーバー、この2つが良かったなという動画なんですけども、QOL、クオリティオブライフが向上するので、ある程度年月すると買い替えた方がなんか生活が豊かになるなという気がするので、こういったものを買ってみることをお勧めします。ということで、一応今日は以上になります。はい、ご視聴ありがとうございました。